Meshtabi Season 5今回のMeshtabiは帯広視聴者タレコミスペシャル発見です。それでは早速 Let's get it started. 1. Higoshi Go Jominomi 21 Ramen Daiko 住宅街の中通りにある隠れ家風の佇まい、帯広ピーポーに30年以上愛され続けているという名店ですね。帯広一番人気のお店ですよってタレコミいただきましたんでね、久しぶりにやってまいりました。相変わらずおかみさんの優しいほんわかするぬくもりを感じるお店ですね。来た時も同じこと言ってたね。あ、そう？前回は醤油をいただいたんで、今回は塩をいただきます。はい。相変わらず豚骨ベースのあっさり白湯スープで雑味のないまろやかな飲み口でいいですね。二日酔いの時にいただきたい、そんな塩ラーメンでございます。博多っぽい細麺でいただくのもいいかもしれませんね。この優しい感じのスープ。私も好きかもなタイプ、もしかして。Maybe 多分ね。Maybe 多分ね。味も雰囲気もどこかノスタルジック。ノスタルジック。いいですね。もともとは福並食堂という十勝発祥の地とされる十勝川河口付近の町大津地区にあった食堂が前身だそうで、この大津地区の大と現在のお店がある江南地区の江を組み合わせ大江と名付けられたそうです。酔っ払った時に運転変わってもらうやつじゃないですからね。それ大根ね。なるほど。松潤みたいなことね。そうかな。そうか。 2. Nishiju Hachijo Minomi 3 Tonkatsu Mitamura 住宅街にある一戸建てのとんかつ屋さん。視聴者さんからコロッケ美味しいよのお知らせいただきましてね、喜び一散でうちの脂っこいの担当おじさん参上。はーい、脂っこいの全般担当しております脂っこいおじさんバッポです。非常にとんかつも気になりつつもコロッケが美味しいっていうのは非常に貴重な情報でしてね、早速コロッキング。コロッキング美味しそう。これがうまかった。久々に玉ねぎの甘みを感じるベシャメルのクリコロを食べましたね。ベシャメル。美味しいやつ。グラタンみたいなやつね。そうそう、これは嬉しかった。美味しかった。食べながら心でつぶやく。また絶対食べに来よう。とんかつも串カツも食べなきゃ。カミさんも連れて食いに来ようってね。はい、カミさん行く。これより嬉しい美味しいクリコロは札幌でも出会ってないな。しかも1000円ってのがありがたい。こちらは1977年創業の老舗だそうで、以前は街中で営業されていたんだそう。帯広で知らない人はいないってくらい有名なんだそうですよ。そうなんだ。知りませんでしたね。まあ帯広来たらいつも豚丼行っちゃってたからな。確かに創業以来油もパン粉も妥協なしの姿勢で、小鍋でこまめに油を取り替えることで美味しさを保ってらっしゃるんですって。なるほどね。そうでしょう。全然嫌な油臭い匂いとかしなかったもんね。目の前が揚げ油だったんだけどね。丁寧な仕事されてました親父さん。親父さんかなりベテランなんでね、キャベセンとか大変だろうな思って見てたら、なんとキャベセンも2オーダー切りなの。マジでびっくりしちゃう。そこもこだわりなのかな。父さん手製なのかな。あれキャベセン切りマシーンがすごかったですね。木のまな板の大きいやつあるでしょ、あれに穴が開いててね、そこにマジの包丁が固定できるようになってて、そこのとこにキャベツをシャカーっつって千切りするんだけど、その千切りする時だけは、ゆっくりやっちゃうとあれスパッと切れないからね、ベテランのおやつさんがさシャカってめっちゃシャープに動いててかっけかった。あれだ、鰹節状態。そうカンナみたいな。すっげえ、あんなの初めて見たよ。そりゃ私も見に行かなきゃ。美味しい情報をいただいた視聴者さん、ありがとうございました。感謝。 3. Nishi Go Jominomi 2 Shikimi Grill こちらは頭一つ抜きんでた豚丼という情報をいただきましたので、喜びさんで参上。楽しみにしてまいりました。だって頭一つ抜きんでた豚丼って、
柏さんより豚ハゲさんよりハゲ天さんよりトントさんよりパンチョーさんよりってことでしょ。そうだよ、173センチのおいちゃんと193センチの大谷翔平の違いぐらいないと頭一つとは言わんからね。身長より人としての違いが凄まじい。本当だね。ね、ランチ限定で提供されている豚丼、数に限りがありということで、オープンめがけて大至急猛ダッシュで到着もすでに駐車場満車、ほぼ満席。人気のお店のようですね。予約した方がベターかな。やったー、なんとか豚丼セーフ、ありつけました、ラッキー。 Lucky. めちゃくちゃメニューも豊富、ランチがお得のようですね。あ、カツカレーもあったよ。マジで？いえ。はい、豚丼。これは今まで出会ったことのないタイプの豚丼ですね。見た目がステーキ丼っぽいっすな。ステーキ。テリッテリのタレがね、ないのよ。何？タレなし豚丼？そうなの。漬け込んではあるんだけど、一口食べると、あら？ワイン？洋食の香り？みたいのが、ふわーって広がってくるの。醤油の甘辛っていう豚丼の固定概念をぶっ壊した一品ね。これは今まで出会ったどの豚丼とも違うわね。ああ、そっち系。清水系、錦織系、小倉系、飛んで飛んで飛んで JFK、クリスタル系、三角形。そしてお肉がしっとり柔らかいロースハムっぽい食感、あくまで個人的感想ですが、さすがは洋食レストランですね。甘すぎない醤油だれはご飯の方にかかっておりました。ああ、なるほど、そういう系ね。しつこい系。こちらのシェフはお肉のプロフェッショナルなのね。ネタケースが肉ケース状態で美味しそうなお肉が並んでおりました。で、どう？抜きんで加減は？いや、どれも違った美味しさがあるっしょ。全部美味しいからね、帯広豚丼は。個性は抜きん出てるわね。確かにこちらの豚丼、唯一無二の洋食屋さんの豚丼ね。どどん。 4. Nishi Ichi Jominomi 10. Kita Togarashi. 生後6ヶ月から10ヶ月の子羊を使用し、穀物中心の飼料で育てられた柔らかく癖の少ないミルキーな肉質の北唐辛子さん。小樽本店の方は小樽界隈の動画で再三紹介しておりますが、帯広のお店は今回が初めて。小樽よりも帯広が好きっていう視聴者さんがタレコミくださりましたんでね、それは行かねえばならねえってことでエプロン装着して戦闘態勢に。かなり醤油っぽいさらっとしたタレは好みに応じて唐辛子やすりごま、ニンニクを加えてカスタマイズ。さっぱりしてんね、このタレね。ショルダーは淡白で野生的な感じ。特徴肩ロースはショルダーよりちょっとサシ多めでジューシーでコク深し。小樽ほどミルキーには感じなかったけどね。やっぱ生ラムうまいっしょ。そうだね、やっぱりこれだね。ジンギスカンは肩ロースがいいわ。もちろん焼きすぎ厳禁。肉汁が浮いてきたらひっくり返して10秒カウントくらいかな。そうそう、超強火でね。そういえば QR で注文するスタイルが導入されてましたね。時代は変わりましたな。ジンギスカン屋でスマホのセルフオーダーなんて。時代は変わりましたね。生ラムが1人前1000円オーバーなんてねえ。 QR オーダーは便利なような煩わしいような、メニュー数多いお店だとちょっと煩わしくなっちゃうかな。これ以上老眼が進んだらきついな。じじいね。ローガンって外人みたいでかっこいいのにね。ローガンポーかっこいいね。チャンネル登録者数2360万人。わあ、東京の人口超越。飯食べは登別クラス。まだまだかな。はい、頑張ろう。5. ニューヨーク Higoshi Jujo Minomi 5. O Very Berry Onsen Suikoran. 帯広来たらおベリベリ温泉だね。中心部から10分足らずの場所にこんな素晴らしい温泉があるのはおベリベリピーポー羨ましい限りです。 O Very 何お Berry ベリベリ People. って。おベリベリはアイヌ語のオペレペレケプがなまった言葉で帯広の語源なんだ。オペレペレケプがおベリベリになったの？なまりすぎじゃないそれってね。サウナは90度前後20人サイズのタワーサウナ、10分おきのジェット噴射ロウリュが独特だね。結構暑いよねあれ暑い、みんな逃げてるね。
水風呂は18度くらい。女湯は水深120センチ、男湯は130センチと深いのが嬉しいポイント。水風呂は日中冷水タイム、羽衣タイムの3パターンあってバリエーションが楽しめるんだ。いいね、冷水タイム。14度ぐらいに下がるんだって。おー、外気浴もアディロンダックチェアが導入されていたし、コールマンのリクライニングチェアもあるし、アブはいないし、日ハムソフトバンク戦も見れるし、最高だよね。もう言うことなし。ただサウナの最上段の壁にはブラックシリカとかの石がはめ込まれてむき出しなので、めっちゃ熱いから触れないようにお気をつけくださいね。ってことはやりやがった感じかな。はい、肘がジューってなった。6. Today's Katsu Curry. Higoshi-ku Jominomi 12. Roma no Izumi Shock Door. はい、お次はお待ちかね、カツカレーのコーナーね。はい、カツカレー美味しいよタレコミでやってまいりました。激渋の食堂へ。ローマの泉のイメージとは程遠いお店ですが、ローマの泉って銭湯の付属食堂ってことらしいっす。あー、なるほどね、そういうこと。開店と同時に入店も続々と常連さんがいらっしゃいます。3組目に来たよーって入ってきた父さん今日は親子にすっかなってまるで家族のような空気感。ローカルあるあるのいい感じでございます。親子丼父さんがテーブルにお代の800円を並べて親子丼待ってんので、真似しておいらもキャッシュオンデリバリー体制に。 Cash on delivery. すぐ真似する。さてこちらのカツカレー、このご時世カツカレーがこのお値段で食べられるのは嬉しい限りじゃございませんか。見た目はコンカッセの野菜や肉がたっぷりでキーマのようないでたちなんだけど、ほんとだ、具がいっぱいね。だけど味的には日本の伝統的な家庭っぽい安心感たっぷりのカレー。3回おかわりしたくなるやつっす。カツもオーダーしてからはたいて筋切りして衣つけてのちゃんとスプーンでスパーッと切れる生肉でしょこりゃ。Just my type の薄めの美味しいとんかつだ。そりゃあしょっちゅう食べたくなるカレーだね。そうだよ。どうでしょう。このよ1000円オーバーのほとんどのカツカレーがこの850円のカツカレーに及ばない for me でございます。もうすごいね、このご時世850円のナイスカツカレー。Nice katsu 傘 curry. の料理はいろいろ食べてみたいね。私も。情報をくださった視聴者さんありがとうございました。 7. Nishi ni Jominomi 5. Sakai Coffee. 帯広市中心部、どう読むのが正解なのかわからない。気になるこの看板の裏手にございます堺コーヒーさん。おかっつぁんなのかな。おかっつぁんじゃないのかな。おかっつぁんなんじゃない。おかっつぁん。こちらはパンケーキ食べてみてほしいってタレコミがございましたんでね、そういうやつをいただきにやってまいりました。パンケーキも大好きメシタビーズ。この日が来るのを首を長くして待っておりました。ほんとパンケーキ好きよね、おっさんのくせに。そうだよ、原宿でパンケーキ3軒はしごしたおっさんさ。嘘っしょ。お茶はマカダミアナッツのパンケーキを。グリーンは豚丼直後のため軽めのバターホットサンドを注文。バターホットサンドはパンケーキの中にバターを入れて焼き上げる堺コーヒーオリジナルのスイーツなんだって。なんかとってもハイカロリーなスイーツだよね。ハイカロリーなんじゃそりゃ。ソースが3種類あって、蜂蜜、キャラメル、メープルからチュー。ナイフを入れると中からバターが溢れ出てくる背徳感。半端ないね。はい。マカダミアナッツのパンケーキは生クリームたっぷり口の中で溶けるパンケーキ。ふわふわぽよよんぽよよんで柔らかい。かなり軽いのであっという間に食べらさっちゃいます。ギューって握ったらピンポン玉ぐらいになっちゃいそうなぐらい柔らかい。そしたら一口でいける？いけるかも。ほんとすごい軽い。パンケーキもクリームも口に入れたら溶けちゃうんで、量があるように見えるのですがペロッといけます。これは美味しいパンケーキですね。久々のヒットパンケーキ、生涯ベスト3に入るかな。しかも安いでしょ。他も食べてみようっと。次回はアフォガードエンジェルに決定。これはいいお店紹介していただきました。視聴者さんに感謝です。
8. Nishiju-san Jominomi 15. Yakiniku no go Joen. こちらは一人前のボリュームがすごいよ情報をいただきました焼肉屋さんね。だけど焼肉系は腹いっぱい食べちゃうとすごい金額になっちゃう恐れがあるんでね、お腹をいっぱいにしてからやってまいりました。変わってるでしょ。焼肉と回転寿司は第二夕食のパターンが多いの。そうなんです。カツカレーと豚丼直後なのでミニマム注文ですんで、そこんとこよろしく。ってことでいつもの3点セット、ホルモン、ジンギスカン、上下がりを注文。このコンロいいですよね。なんか懐かしい。昭和の食堂の焼肉って感じでさ、青春時代食べてた焼肉はほとんどこれだったからね。ああ、そっか。無塩ロースターとか無塩の人だもんね。ノスタルジック。 Nostalgic. 豚ホルモンペラッペラのやつで大好きなやつっすこれ。鶏皮も好きでしょ、なのでそんなノリでいただける豚ホルモン、これは塩だけどこれの味噌版も大好き。はいはい、カリッカリに焼いて食べると美味しいやつね。皮系はカリッカリに焼いて食べると大概美味しい。何の皮でも。確かに。で、皮ではないよ、ホルモンだからね。ジンギスカンは漬け込みのマトンかな。しっかり味が漬け込んであってこれはこれでうまし。浸かりすぎてないからあっさり食べられててね、しょっぺぐねーのが嬉しいわ。そしてこの上下がりがうまかった。適度に油が入ってて過去一柔らかい下がりかもこれねえ。美味しい下がり、ザ・ベスト下がりオブザイ The ヤー best ね、今の sagari と of こ the ろ。 year. ああそうだね。いろいろ調べてたら五条園さんは下がりが売りなんですと。これは正解だったね。下がりじゃないよ、上がりだよこれ。そういうことではないんだけれど、上じゃない方の下がりも気になりますわね。800円の、またサラサラのタレがいいですこれ。ちょっとコチュジャンが独特だったわね。なんかケチャップみたいな味がした。気のせいかな。あれこれコチュジャンだっけ、そっちだっけ、コチュジャン。確かにケチャップっぽかったよ。でしょ。一人前の量が本当にすごかった。嬉しかった。これは美味しいしコスパもいい。ナイス焼肉ですね。近所にあったら週1かも。あーゴルフの旅にかもね。ああるあるね。やっぱ視聴者さんからのタレコミが一番だね。ありがてえね。いつも美味しいタレコミくださる視聴者の皆さん、ありがとうございます。 Jikano Meshita Biwa. Gachi Day Mata Tabathai. Obi Hero Shichosha Tale Komi Special to Death. O Tano Shimi Ni. See you soon. でさ、オベリベリのサウナ入ってたじゃん。はいはい。だからね、幼稚園くらいの男の子がママと一緒に入ってきたわけ幼稚園にサウナはきつかろうってね。なんかママ大好き、離れたくないよっつってくっついてきてたの。あらかわいい。一番上の石張ってるじゃん、壁に。熱いやつ。熱いやつ、私の肘ジュッてなったやつ、それにすんげえ興味持った顔してて、あ、やばいなと思ってトコトコトコって上がってきて、わって手が伸びたの見えたから、思わず危ないっつって声出ちゃったの、手と同時におばちゃんが怒るって泣かなかった？泣かなかった。お母さんも同時にちょっとってなって、危ないでしょって、もう連れてこないよみたいになって怒られてたんだけど、それがへっへーっつってそのままタカ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 って一人で外出てって、ちゃんとシャワーで汗流してから水風呂入ってんの。あれライコちゃんすごいよね。結構さ、世の大人たちそのままさ入っちゃう人とかいるじゃんこの間久しぶりに見たね。見た？全く何もせずっていうのをね、久しぶりに目撃しました。衝撃。しかも超常連の、しかも推定年齢73歳ぐらいのお父さん。お父さん。でも誰も言わないんだよね。多分あれいっつもそれ直で入ってんだよ。もうサウナから出てそのまんま。いや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 と思って、なんか言おうかなと思ったんだけど、顔見たらね、めっちゃオーラが出てて、長嶋茂雄みたいなオーラがあってね、その父さん。これは王監督にしか、王会長にしか物申せないやつだと思って。
そういうことかと思う。ああ、そういう人は厄介だね。もうちょっとね、いやもうアウェーだからね、あんまり出しゃばりたくないから、まあそうだよね、それはある。でもダメだよね。ダメだよ。せっかくさ、あんな綺麗なお風呂町に作ったんだから、まあルールは守りましょう。おばちゃんたちはね、大体地方だとマット置きっぱなしが多いよね。椅子に、サウナ室。サウナ室の中に、ここ私の場所キープ。いやひどいなそりゃ。いやマットもさ、タオルで拭いて出てくけどさ、汗つくじゃん。洗いなさいって思うじゃん一回。出る時持ってくのが基本でしょ。ここ私の場所はひどいね。必ずいるね。男湯の方がサウナは混むと思うんだけど、札幌だとほとんどあぐらをかく人はいないんだよ。もう、暗黙のマナーだよね、あぐらをかいちゃいけませんなんてどこにも書いてないけど、あぐらをかく人はいない、あ、そういうことなのねって、暗黙のマナーなのねっていう、それはね俺は見習うようにした。短足だからね、あぐらかいてもね大した幅変わらないんだけど誰もいない時はあぐらかく。本当にゲロ好きの時はね、めちゃめちゃなんでポンポンしかいない時は。でも若い人の方がね、体育座りっていうかさ、場所、ちゃんと、サウナーの基本なんじゃない、ああいう体勢で。基本体育座りだよね。足を段の下に下ろさなければ前の下の段の人も広く使えるでしょ、っていうことだと思うんですよね。あんまりガチンガチンのもめんどくさいけど、サウナで喋るときは割とひそひそだし、音がそんなに回らないから、風呂にさぬるいところとかに入ってずっと喋ってるやつがいるでしょ。いる。女湯まで聞こえるおっちゃんとかあるよね。あれ聞き取りづらいからね、音が反響して、だからすんごいでっかい声で喋る。うるせえっちゅうの。わかる。逆に女湯はねすげえはっきり聞こえるんだ。おっちゃんとか喋ってんの。そうでしょ。反響してさ、全部話の内容聞こえてるよみたいな。なんかちょっとくつろげない気分になるよね。露店があるとね、露店に逃げれるからいいけどね。露店ならまだね、全然ね。でもずっと喋ってられるのは本当にさ、本当にリラックスしたい場所じゃんか。おっちゃんは喋ってリラックスしてんだろうねきっとね。寂しがり屋なんだろうな。そうだ。神経質な人はね結構イラついてる人はいるんじゃないのかなっていう。でも幸せですね。日本中のいろんなサウナで、整わせていただいて。いや帯広サウナすごいよね。